おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日はですね、こちらの五葉松。こちら急に振った。はい。この五葉松をちょっとやりたいなと思っていて。この前やったやつですか。これそうなんですよ。9月にやってもフェスでも売れないし、これの作品展の時でも売れないし、なんで売れないんだろうって。確かにこれこんだけボサボサなってると、ちょっと値段的にも高いのかなって見えちゃうんですけど、これ将来良くなる木なんですよ。だと思ってるんですよ。でそこら辺のね話をしてみたいと思いますので、はい。今日はこれを作るということで、この道具だけで、この道具今日電車なんでこれしか持ってきてないんで、はい、これで頑張ってみたいと思いますんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。最近ね、ちょっとその木を買うのにいい木悪い木ってあんまりないよって、木のいいところを生かすんだよって話をしてるんですけど、もう一つは将来良くなる木っていうのを買った方がいい。これなかなか難しいんですけど、で一つねちょっとこっち持ってきたのは、これもねちょっと何もしてないんですけど、この辺正面でいいと思うんですけど、これ文人の五葉松ですね。ですごい肌も古くていいんですけど、これが例えばこれが3万円、あんまり値段の話しちゃうというと物の価値として考えていただいて、それが例えば3万円だとすると多分これって7万円とかしちゃうんだろうなって、これぐらいの古さで、葉性もいいですしね、幹もこうビチッとなってて、っていうことで枝もいいだけどこれってもう成長考えた時にもうそこそこ、なるほど。例えば作った後の振り幅が少ないと。そうなんですよ。もうこんだけもう来ちゃってるんで、あとは枝をね整えたりなんかしてもう少し成長すると思うんですけど、そこそこもう限界かなと。ただこれって可能性があるんですよね。なるほど。これを抜く可能性がある。作ればね。10万円になるかもしれない、20万円になるかもしれないっていう可能性がある。で昔言ったことあるこのスカウトマンと一緒なんですよね。高校生の高校野球の選手をとかアイドルとかでも15歳ぐらいの、女性がいて、で我々なんであの子を選んだんだろうっていうけど、プロのスカウトマンはその成長を予測するわけですよね。ということを言いたかったんですね。ということで良くなる木をということなんですね。で、ちょっと見本でですね、あそこに一つ、この間これちょっと作品展の時に売ろうかなって言ってもう鉢植え替えて、売れなくなっちゃったって言ったやつですね。気に入っちゃったってことですね。気に入っちゃった。そう、でこれはだから売ろうとしてた自分が恥ずかしい。これはねよくなります。もうすでにね、もうちょいいいですけどね。そう、肌もき始めてるし、ちょっとどこら辺が正面になるかわかんないんですけど、この辺だと思います。これですかね。もうワンランク上のやつっていうのがもう一つここにあって、もう一つそんなに用意してたんですよ。一応ほらストーリーを考えて一応すごい構成。一応これですね。これね昔正面がこっちだったんですけど、変わってこっちになりまして、なるほど。どっちでもいいんですけどね。でこれもいくらでちょっと買ったか忘れましたけども、もうだいぶ良くなってきてますね。でも荒れてきて、やっぱこう細いのがいいっていうのは多分こういうの見ると皆さん分かると思うんですけど、細くて古くてで、私ねここに置いてあった木で、ある方が著名な愛好家の方が売った似たような木、ちょっと違いますけど、それがね100万円だったんです。100万円の木見てるから、そうするとやっぱそういうところを目指そうってなるわけですよね。これなるかどうか分かんないですけどね。だから分かんないですけど、例えばこれがもともとまだ肌がツルツルだった時に将来性を考えて、例えば10万円で買ったとして、だけど私今これじゃあ30万円で買うっていう人がいても売らないんですよ。売らないっていうのはまだ可能性があるから。もっと将来性があるから、ということでやっぱり将来性をね少し考えて木を購入したり、大事に育てていくっていうのが大事かなっていうことを一つ言いたかった。わかりました。じゃあこれが30万円でも売らないって、例えば30万円だとしたら、最初のやつが3万円ですね。要はこれを10倍にすることも可能だと。
いうことですね、作っていけば。そうです、そういうことですよね。そういうことですよね。そういうことですよね。だからまずはじゃあ5万円10万円を目指しましょうよという、しつけを今日一回してみようか。なるほど。はい。だからこれもあとはもうこちらの樹形の形に話に入りますけど、こういうふうにうわーっと吹き流しにしてもいいんですね。吹き流しにするかどうかっていうのは、これが芯ですから、もうこれはもう揺るぎない。はい、これが芯ですね。そうすると、この辺に対してこちらに枝がどんだけあるか、こちらが結構枝があった場合は割とこうふわっとして作った方が、でも全体的にこちらの中でにした方がいいかな。でこちらの枝があまりない、例えばもう全然なかった場合は、これをグーッとやっちゃう方法もあるし、逆にこれがなかった時にこういうふうにしてこれを一番下の枝にしてみんなをこうかぶせてくるような作り方もできる。なるほど。こっちで例えると、こっちに枝がないから、横にこれが勢いがついたってことですね。そうですね。これがそっちで正面でしたっけ？そうです、そうです。これが主木になるわけですね。ここがね。こっち側に枝がない。そうないからこっち行ったわけですね。なるほど。そう幹がないんだけど、こういうのはね少しこっち遊ばしてもいいんです。ちょっとぐらいは。みんなこっちじゃなくて、ちょっとこういうので遊ばして、特に裏なんかね少し出した方がいいと思うんで、そんなような作りでやっていくんで、とりあえずこれはふわっと作りながらちょっとこちら流れにする形で、将来はこれを持った方が持ったらもう売るのでやっぱり売る話かってなっちゃうんですけど、そういう方が好きにこう作っていっていただければいいと思うんで、そういう可能性を秘めた木だということでご理解いただければ。今こんなツルツルのね、まだ若い木ですけどね、さっきの木もどんどん変化していくんで、面白いと思いますんで、ちょっとやってみたいと思います。はい。ちょっと長かったですね。いや、大丈夫。すごく面白かった。いい話。ということで、早速かけたいと思います。でかけるのはまず主木からかけていった方がいいと思いますね。でさっき言ったように無理にこう曲げてもいいんですけど、とりあえずまだこっちの方の枝もあるんで、とりあえず離していって少しこっちも離してこの辺は少し低くてもいいかなって気がしますね。あれですね、ちょっと鉢がね不安定なんで、ちょっと安定しながらどこを正面にするか。これあれですね、鉢の位置間違えちゃったやつですね。これが正面なんですね。この幹が見えるところ、だから鉢がちょっと後ろ向いちゃったんですよね。言ってましたね、それは。なんかめちゃくちゃだから安定はしてないし、鉢の向きは間違えちゃってるし、ここら辺が正面ですね。ということでちょっと作ってみたいと思います。主木はね、本当にこれ曲をつけようとすると、これ半分だから5ミリぐらいですね。3ミリを2本ぐらいかけないと曲がらないと思うんですけど、とりあえずかけるんですけど、全体に少しこっちに傾くぐらいでいいと思います。でね、ここに1本導線、これね多分あまりにもこれ位置が悪くて、導線かけてこっちに向けて離したんですね。導線とアルミ線って両方あるのおかしいんで、ちょっとこれ一回取っちゃいます。やっとこう最低限だから道具って多分これがあればできるかな。これなくてもいいですね。サミと針金切りとやっとこと、あとこれはちっちゃい枝の先を曲げたりとか切ったりとかで、あとはピンセットで、これは雑草がこういうやつを取るやつですね。でこれがあればとりあえず盆栽できるっていう。だから今日電車で来るときにどれ持ってこうかなと思って一応これ持ってきて、あとこれを使うか分かんないですけど、これもなくてもいいですね。針金切り2個ある。針金切りは1個あればね。これですね。最低限これがあれば。選ぶのが難しいって人は、セット商品ご用意してますので。なるほど。その道具入れもセットで。これでね。残りわずか。一応宣伝も入れてね。ありがとうございます。これタオルやると安定しますね。ふーちゃんが来ました。ちゃちゃです。ちゃちゃです。星で見えてるよ。猫飼ってる人も分かるんじゃないですか。人懐っこいです。大変だな、これ今日時間かかりますよ。今日時間かかりますか。そうですか。でいらない枝ちょっと多分ねあんまりないと思うんで、ここら辺がうまく全部が見えるようにバランスよくこう広がっていくかですね。そこが一番心配だな。で例えば、これの枝なんかもしかしたらいらなくなっちゃうかもしれない。これにあるんで重なっちゃうとね、
だから寄せの場合は重ならない方がいい、そうですね、正面から見た時ですね。そうですね、いろんな枝が見えた方がいいんで、こんだけあれば重なりますけどね。なりますよね。そうなんですよ。で枝をグッと下げるから、そうするとやっぱりぶつかっちゃうんですね。立ち上がりですよね、きっとね。立ち上がりの部分が重ならなければ、そうですね、綺麗に見えるのかな。そうなんですね。そうすると幹がいっぱいあるように見えるんで、本当は銅線なんですけど、ちょっと今日はアルミ線をお借りして、これぐらいですかね。こんなもんですかね。土の中に入れる量がこれだとして、まあ幹の 1.5 倍っていうんですけど、3倍かそんなもんですかね。1.3 から 1.5 倍で、太い針金の方が少し長めの方がいい。太い針金、例えば太い針金だと、意外とね足らなくなっちゃう時があるんで、1.5 なら 1.5、細い針金は 1.5 だと結構余る時があるんで、なるほど、1.3、多分そうですよね、直径が違うから、中心からすると違うんですよね。もう一回植え替えしたくなっちゃいますね、これ。そうですね。ね、失敗したなと思って。売れなかった理由は鉢もあるかもしれないですね。鉢もあるかもしれないですね。不安定だしね。まあただでもこれね、何にもやってない木ですからね。面白いですよね、こういう素材って、ね。そうです、なかなかないんでね。だからさっき言った将来性っていう意味では私すごくいいと思うんだけど、そういうのをねちょっと少し感じて。なかなか難しいですよ。でも将来性。そうね、将来性って分かんないですよね。何が将来性がいいんだって。そうです。安い買い物ではないし。そうですね。やっぱスカウトマンの目を養うしかないんですよ。でね、それをねちょっとやっぱり今日来る中電車で考えてたんですけど、じゃあその将来良くなる木ってどういう木を選べばいいのって話になるじゃないですか。一番難しい話なんですけど、それって多分ね、いい木をたくさん見てくださいとしか言いようがない。でいい木をいろいろ見ていって、自分の中でその完成形の形みたいな、あの形この形、例えば県外であれば白糸の滝っていうのがあるんですけど、ふわーっていうそういう木を見ていいなと思うとか、壮観だったらなんですか、日暮とかね、そういうのを頭の中にインプットして、多分いい木の樹形っていうのを見て頭に描いて、でそういうふうになり得るかなっていうような選び方になるかなと思います。でたくさん展示会とか、雑誌とかでもいいから見て、そうですね、そうでもね、生で見ないと分かんないかも生で見た方が本当はいいですよね。展示会行くっていうのも勉強ですよね。そういい木を見るっていうのがね、美術館とかね、投票になります。これね、これ一つポイント、ここに、ちっちゃい芽が出て元気な証拠なんですね、これ。ここなかなかこれ取っちゃうんですけど、取っちゃうんですけど元気な証拠っていうことで、枝が多いですね。枝多いですね。多いです。枝が多いんで、ちょっと抜きます。特に今種木を分け始めたんですけど、こんなにね多分いらないはずなんですよ。まず缶抜きなんで、これとこれがありますよね。遠いんですよね。遠いというかいっぱい枝がある。いっぱい枝があって、これとこれですね。そちらが正面ですので、前枝が必要なのか後ろ枝が必要なのかっていうところで、この枝はここら辺のやつを見せていくときに多分邪魔になってくるかな、でこれもあるんですよね。ここにあって、これが少し間延びした枝なんで、ちょっと裏をこれを生かすということで、これを取ると。そう何か理由をちゃんと説明しないといけないと思うので、今度は上に上がっていきますと、この辺も枝が結構多いんですね。そこも缶抜きですね。そうするとこっち側に枝があると、次はやっぱりこっちに欲しいんですね。でこれは内側から出てる、ということでこれを取っちゃいましょう。でちょっと太くなり始めてますよね、これがね。この辺がガランドになっちゃうんで、ちょっといいところにある枝ではあるんですけど、こいつでカバーするようにするんで、これも取っちゃう。ここはどっちか抜くかもしれません。こちら側へこの空間を埋める枝なんですけど、もうこう3つ並んでるんでね、どうするかということで、どちらかを抜くようになると思います。枝としてはね、こっちの方がいい枝なんで、ちょっと残しておきたいかなと思うんですけど、これ抜いちゃうか。抜いちゃいましょう。やっぱりこれ長いからね。さっきもしかしたらなんか2つあって、これとでしたっけ。これとね、こっちがあるから抜こうって言ったかもしれないけど、これ間延びしてるんで抜いちゃいましょう。
はい。むしろ近い枝ですね。近い枝と缶抜き枝ってね、やっぱり後で嫌になってくるんで、それがなければ。枝と枝の間隔が近いってことですね。間隔が近いですね。あとは缶抜きの枝を。そうですね。ここも缶抜きですね。缶抜きですね。見えましたね。でここに、ちっちゃい芽がここにあるんで、これもいい枝なんですけど、ここ重なっちゃうんで、こっちを抜きますね。ここもこっちにあって、ここが缶抜きになってて、なんでこっちにあるからこれを取っちゃう、こっちを残したいですね、これを取る。枝が並んでるからですね。枝は左右交互にやった方がいいってことですね。交互にですね。はい。これが2番目に太い枝になるんですけど、この枝もやっぱ太いんですね、全体に。で本来なら下から出てるこっちの枝を取っちゃうっていうのはあるんですけど、これが芯になる幹に対して、結構もう太り始めちゃってるんで、これをちょっと取りたいと思います。はい。で、取るときは、他の枝でカバーできるかどうかってちょっと一応考えて、はい、これでカバーしましょう。はい。枝が太くなりすぎたから切る。そうですね、太いからですね。こともあると。はい。これ細い枝でね、やっぱり作っていった方がいいと思うので、これどんどん太っていっちゃいますから、苔順が悪くなると。ああ、そういうことですね。途中がボコッとね、これで赤松のあれもそうでしたよね。同じところからいっぱい出てて太ったよって言って、私が全然違う話持っていっちゃったやつ。お気に入りポイントですか？そう、Q さんがせっかくね、ここって言ってるのに、昨日の夜アップしたやつですね。そうですね。はい。もう5回見ました、私。5回も見てですね。とりあえず太い枝かけましたね。不要な枝もちょこちょこ抜きながらで、このままじゃもう何もなんないんで、やっぱ最後細かい枝までかけないといけないんで、はい、今日一日頑張っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい。大変ですよこれ。大変ですね。始まっちゃった。嫌になってきちゃった。嫌になってきちゃった。そうそう。一応かけ終わりました。もう日が少しかけてきて、3時前ですね。でも3時間4時間で一応終わったということで、とりあえず針金がかけ終わったっていうことですので、これから形を作っていきたいと思います。本来はね、実はここをちょっと棚始めちゃったんです、最初間違えて。ここら辺前回もありましたね。前回もこの辺のやつそうやっちゃったらまずい、まずいと思って、やっぱり針金本来はかけながら最後目起こしとかやるんで、一個一個作ってかけながら作っていくんですけど、とりあえず動画的には全部かけなきゃって言ってかけて、まだ暴れてると思うんですけど、まず幹をですね、動かしていきながら、枝の棚を作っていくという順番、幹の位置を配置して棚を作っていくっていうそういう順番ですね。で、ここは正面ですので、まずこれをどうしていくかで全体にまだちょっと真ん中よりちょっとこっち来ちゃってるんで、少しこっちに動かしたい。そうするとここら辺ですかね、この辺を少しこう向こうの方へこう曲げていく。幹流れですね。幹流れですね。こういうような感じで少し、曲げていきます。下の方はちょっと無理かな。どうですかね。ちょっといったかな。この辺がね少しうるさい。これはねちょっと取っちゃうかもしれないですけど、これ取るとすごく幹が見えるんですけれども、これの位置関係をちょっと先ほど言ったように少しずつこう離していきたいので、これもちょっとこっち行きたいですね。それやっぱ重ならないようにですね。はい。これが一番太い枝なんで、これが一番あれかな。ちょっとはい。ということでちょっと幹の位置をやっていきましょうか。はい。正面から見ないと分かんないですもんね。そうですよね。逆からさすがに針金がかけられても、本当にねゆっすらの針金でいいと思うので、だから動画の前半で出た寄せ植えっていうか株立ちっていうのやつと比べたらこっちの方が柔らかい木ですよね。まだ柔らかいですね。若いですからね。ちょっと曲げ方もこれがうるさくなりそうですね。やっぱりね、これはやっぱり寄せるんですね。ぐーっと重なっちゃうんで邪魔なら取ります。
で、こういう木は何でも枝下げるんじゃなくて、これがむしろ上げてくっつけてますね、こっちにね。はい、臓器みたいなね枝の作り方。そうですね。じゃあ、はい、細かく曲げていって、はい、ちょっとやってきます。完成を待ちます。はい、もうちょっと、はい、やってきます。幹のはい、とりあえず大体の、幹の位置は大体配置しました、はい、で少し本当にねきつい幹曲げっていうのはしてないんですけど、少しゆすらゆすらとちょっと曲げたような感じで、はい、全体的に少しこっちに向かってるような形になったんで、あとは棚をですね一つ一つ作っていきたいと思いますんで、下の方からですね、はい、でねやっぱりこれ取っちゃいたくなっちゃいますね、もったいないんだけど。もったいないですね、ただ幹の正面あるんで、この辺もお好みでいいと思いますけども、とりあえず私としては取っちゃおうかなということで、取っちゃいますね、はい、そうするとこの感じと取った時中がガランと見えると思うんで、はい、そこら辺の感じをちょっともうこれで切っちゃおうか。どうでしょう、見えました見えてくれなきゃ困っちゃうんですけど、3本ぐらいね。でこれはちょっと長めに切ったのはこの針金をちょっと下に刺したかったんで、これはもう一回取っちゃいますね。はい、間違えこれはい、ということでちょっと棚をですね作っていきたいと思います。はい、幹をやってから枝棚を作る方がそうですね。そうですね。そして動いちゃいますもんね。さっき枝棚作ってそういうことなんで。はい、完成です。はい、3時45分。はい、まだ日は暮れてない。ですね。はい、うちに終わりました。はい、今日はですね、全体に流して優しい土と作りをしてますけども、こっちを少し抑え気味にでこっちをバーッと流してますんで、将来的にはねもっとこういう風なねような吹き直しなんかもできるかもしれないですけど、とりあえずはこんな感じでいいかな。欲を言えばもう少し幹に変化があってもいいかなと思うんですけど、であとは棚が少しずつこう充実してくれば良くなってくるかな。枝いっぱいありますんで、でこういうのはねどんどん変化してきますから、良くなってくると思います。で最初に冒頭話した将来良くなると思いますんで、これが3万円だった木がいくらになったかね、買ってきゃよかったにって思ってくれればいいんですけどね。そうですね、もうでも静止して、今幹の流れが見えるようになってるじゃないですか。そうですね、見えてね。こうなると、あとはこれ古くなったらすごい木になりそうだなって感じしますもんね。荒れてくればね。でそこまでを想定してそうですね。買えばってことですね。ってことですね。だから最初で言った将来良くなる木かな。修正する気かなというふうに、思ってます。そうですね。はい。だから購入するときは振り幅を考えて、そう将来どうなるんだろうか、ね、どんなふうに成長するのかなしないのかなっていうのを考えて購入していただければというふうに思います。はい。ということで今年最後のそうですね。防災9になったということで、1年間出演者を代表して感謝を申し上げますと。ありがとうございます。ということで今年は奥さん今年結婚してます。僕はまだあと15日ぐらい15日で決めようと思ってます。目標はそうですね。15日ね、あと10日ですよ。そうか。これを動画上げてるのが年末ですから。年末ですから。残り3日ぐらいで。残り3日ぐらいでラストスパート結婚しようと思ってます。僕はね。わかりました。今年の目標です。今年の目標ですよね。はい。ということでまた来年に向けてあと10万人もう少しでしたね。そうですね。はい。ぜひチャンネル登録をしていただいて、でいいねボタンとあとメンバーシップですね。はい、ということでまた来年もよろしくお願いしたいというふうに思いますんで、See you next year。はい、ということでまた来年よろしくお願いします。ありがとうございました。そんな顔でいいなんかわーみたいな何どういうちょっと肘ついたりして
肘ついてこう見惚れるみたいな。ああいいですねああいいかも。針金持ってる。針金持ってね。針金もかっこつけ。それから作業してる感じにとか。ああいいかな。違う。いやバッチリです。反応したいです。これだったら受けますよねこれサムネにしようかなはい、ありがとうございます。